どうも、カイです。今回は東京都中央区人形町に来ています。現在でも江戸風情が残り、多くの外国人観光客が来つつあるエリアでもありますが、ここにはかつて初代の吉原遊郭があったことで有名です。そんな人形町の過去と現在を紹介します。このチャンネルは教科書に載らない歴史に光を当てるチャンネルです。ぜひチャンネル登録お願いします。まずは町の成り立ちから見ていきましょう。1590年、徳川家康が駿府から江戸に入る際、多数の家臣団を連れてきたほか、インフラ整備を行う中で、たくさんの労働者が関東中から集まりました。そのため、江戸は男だらけになり、世の男性たちのニーズを満たすために遊女屋が登場しました。最初は遊女たちを取り締まっていた幕府ですが、潰しても新しく遊女屋ができていく状況をコントロールすることができませんでした。そして1617年、江戸中に点在していた遊女屋を一箇所に集めるとともに、建物や遊女の服装を華美にしないことを条件に営業を許可しました。そしてその遊郭ができたのが現在の人形町です。人形町に遊郭があった理由ですが、それはその立地にあります。家康が来た頃の江戸は未開の地だったのですが、その中でも人形町は当時、江戸の郊外に位置し、足が生える湿地でした。遊郭によって風紀が乱れることを危惧していた幕府は、市街地から切り離された人形町に遊女屋を集めました。そして足が多いことから吉原と名付けられ、それが縁起を担いで吉原になりました。それでは実際の遊郭があった場所を見ていきましょう。今歩いている遊歩道はかつて存在した浜町川の跡地です。浜町川は遊郭の東側を流れていた川でした。当時の遊郭は奥行き270メートル、幅350メートルとかなり狭いものでした。その敷地の周りは堀に囲まれ、出入り口は北側の大門に限られていました。この遊郭の形に関しては、以前紹介した2代目の新吉原や中村遊郭と同じで、庶民の生活空間と遊郭を切り離す目的があったと考えられています。お堀は全て埋め立てられ、多くは道路になっていますが、この遊歩道だけは当時のお堀の雰囲気を少しだけ残しています。このお堀を歩いた先に当時の大門の跡地がありました。この中華料理屋が目印ですが、正直遺構は何も残ってないですね。とりあえず大門跡を南下していきましょう。ここが当時のメインストリートです。現在はオフィスビルや昔ながらの商店、住宅が並んでいます。狭い路地も目につきます。また大きめな道路が城郭跡地を東西にぶった切っています。都心という立地もあるかもしれませんが、これまで紹介した遊郭ではなかったことです。メインストリートを下っていくと遊郭の南端にあたります。それがこちらです。建物と建物の間の細い道です。17世紀にはへっついかしと呼ばれる堀がここにありました。当時の堀はもっと幅があったと言われていますが、埋め立て後に建物がせり出してきて道幅が狭くなったと考えられます。見ての通り遊郭の名残はほとんどありませんでした。しかし現在でも一箇所だけ当時の面影を残す場所があります。それが末広神社です。この神社は遊郭の中にあり、1596年には存在したとされていますが、この町が開拓され、人が集まるとともに土地を守る鎮守として信仰されるようになりました。そして遊郭で働いていた遊女たちもこの神社に足しげく通ったそうです。遊女の最高位、太夫から狛犬や玉垣が奉納されたという記録も残っています。現在でも誰かのお供え物が置いてあります。しかし元吉原の歴史はたった40年で終わります。かつて郊外だった人形町ですが、江戸が開発されるにつれて市街地と隣接するようになりました。そして1656年に幕府は遊郭を浅草の外れに移転するよう命じました。その移転先が現在の吉原です。ただ移転の準備をしていた1657年、明暦の大火で吉原は焼失しました。明暦の大火は江戸の町を焼き尽くした大火事で6万人から10万人もの死者が出たと言われています。記録によると堀に落ちて死んでいた人だけでも2万人を超えていて、どの堀も人で埋め尽くされて平地のようになっていたそうです。
被害に遭った遊女の数など具体的な記録は残っていないんですけど、とにかく多くの遊女が火で蒸し焼きになり亡くなったと考えられています。現在の人形町に遊郭の名残が全く残ってないのはこの火事のせいでもあるかもしれません。ちなみに遊郭が移転した後も人形町は娯楽の街でした。もともと1620年代から歌舞伎小屋が存在していましたが、その他にも人形浄瑠璃や曲芸が安く見られる小屋がたくさん立ち、江戸民が集まる場所でした。そして人形町という名前も人形を作る職人や人形を操る人形師が多く暮らしていたことから名付けられました。実際その歴史から人形仕掛けの時計が大通りに設置されています。また明治時代の1872年、安産祈願で有名な水天宮がこの地に移転すると、さらに多くの参拝客が押し寄せるようになりました。そして参拝客を目当てに芸者の置屋や料亭が立ち並び、東京でも指折りの花街になりました。水天宮は現在でもかなり混雑しています。ちなみに今の社殿は2016年に完成したもので、かなり現代的です。また置屋や料亭があったことと関係があるのかわかんないんですが、関東大震災以降カフェと呼ばれた現在のキャバクラに近い業態が流行っていたそうで、元遊郭の香りが少し香ったこともあったそうです。今回は東京都中央区人形町に存在した遊郭跡地を紹介しました。正直遊郭時代の遺構はほとんど残っていませんでしたが、町の区画や堀の跡地、遊女が通った末広神社など少しばかりの名残が垣間見えました。今でも飲み屋や和菓子のお店がたくさんある町でもありますし、小腹を満たしつつ散歩してみてはいかがでしょうか。今回はここまで。それではチャオ。